はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回からカムチェーンケース製作していきます。ちょっとこれは長丁場になると思います。これが、現状の、製作手順図ですね。で、材料はこれですね。この2つがこれですね。今回A パート B パート分けていくので、で、この板は蓋ですね。なので今はこれ使わないです。まずは小さい方、カムチェーンケース B と名前を付けた部品ですね。まずこちらから進めていきます。ので、これですね。まず、手順としてはまずこの底面整えていきます。素材を整えるだけなので大したことはないです。では、手順1始めます。よし。まずは保護シートを取ってバイスに固定していきます。面を整えるのでフェイスミル、フライカッター的なものでいっぺんに引いていきますね。ひっくり返して反対も削っていきます。はい、両側削りました。だいたい50ミリですね。揃ってるのでよしとします。今度は短い辺の切削ですね。これはエンドミルの横刃を使っていけば大丈夫だと思います。115.06 115.06 十分です。小さい方の部品は CNC 一歩手前まで進んだのでこれでよしと。では次は大きい方の部品ですね。これも、ここの面とここの面整えて、この面とこの面整える形ですね。よし。じゃあ、進めていきます。こっちからやっていくか。今こことここ終わったとこですね。寸法予定では130なんですが、ちょっと行き過ぎたかなと。0.17 行き過ぎましたね。別にでも図面で見ても分かる通り、ここは最終的には全部削っちゃう場所なので問題ないですね。それよりもここがきっちりいけば問題ないです。197.65 を維持したいですね。よし。大体直角。最後にスコヤを当てて後ろからライトを照らしてみます。そして光を透かしてみると直角が出ているかどうかがはっきりわかりますね。
原始的な方法ですが、これが一番よくわかります。まずは原点出しですね。よし、これで平行出ましたね。ではこの角出します。で、キュセンター使うので、回転数は1000回転前後ですね。これでセンターが出たので、あとはオフセットしていけば OK と。6mm のピンがちょっとだけ引っかかるぐらい。Z 軸合わせるセッター早く欲しいですね。では接続始めますか。これで1回目の CNC 作業終わりです。この後何度もやりますけど、しかし切り子がすごいことになってますね。途中片付けてるんですが、これだけ出ましたね。はい、できました。予定通りの形状ですね。ここの予定では 105.08 なので 0.05 ほどのズレはありますが、自作機でこの精度なら十分ですね。よし、では大きい方の塊、とにかく原点出しですね。こんなもんだね。これで今ここが平行が出ましたね。なのであとはこことここを取って、で角っちょをセンター原点とします。そしたらこれで OK と。ちょっと削り残し出ちゃいましたね。ここ紙1枚分ぐらいですね。後でペンチでむしってヤスリで仕上げておきます。それ以外は特に問題なくできました。そしたらまた次は汎用機での作業ですね。とりあえずここあとはここをヤスリできれいにして、とりあえずよいしょ。
はい、こんな感じのパーツですね。そしたら今度はこれを合体させるので、穴開けとネジですね。まずは水平になるようにセットしていきます。よし。水平が決まったら今度はタッチセンサーを使って原点を決めていきます。これで00と。では、ノックピンの下穴ですね。はい、これでリーマンまで終わりと。はい、ノックピン作ってきたので入れますと。まあ、OK ですね。最後に上側に座ぐり部分を作っていきます。はい、これで B パーツの工程3番、穴開けと座ぐり終わりました。はい、結構無理やりですが、イケールにこうやってクランプしちゃいます。まあ4箇所穴開けるだけなので、負荷かけなきゃ大丈夫だと思います。とりあえずはセンタードリルからですね。よいしょ。はい、これでセンタードリル終わりと。4mm のタップを立てるために 3.3mm の下穴開けていきます。よし、いい感じだね。これで OK と。はい、こんな感じで、ぴったりくっつけられますね。まあ上出来でしょう。はい、次の工程はここに穴ですね。ここボーリングして穴開けてきます。この辺ですね。そしたらまた原点出しの作業ですね。こういうのに意外と時間取られるんですよね。そしたらこれを組み立ててと。それでは穴を開けていきます。まずはセンタードリルから始まってドリルを徐々に太くしていきます。そして最後にボーリングバーを使って穴を拡大していきますね。19.0 リッチ。まあいいか。細い方の穴は所定の寸法になったので、ここから少し拡大をしていきます。最初の穴より少し浅いですね、こちらは。ボーリングバーでの加工が終わったら内径を測定していきます。35ジャスト。だいたいジャスト。OK。で、ちょっと手順図変えてきて、汎用機で加工できるように手順図ちょっと作ってきました。まず1
箇所目。とにかく図面の座標通りに穴を開けまくっていきます。センタードリルが終わったので、タップの下穴ドリル開けていきます。あとは全部の開けた穴にタップを立てていきます。結構数があるので、これが意外とめんどくさいですね。使ったことはないんですが、タッピングボール板って便利なんでしょうかね。はい、これでネジ穴全部作りました。これで汎用機での作業は一旦終わりで、ここから先また CNC で作業していきます。内を拭いてと。拭いで、これが型紙と。この内側、この線の内側にクランプしないように気をつけます。これがこっちと。仮にクランピングしたら、また前回やったのと同じように1決めの作業ですね。あとはここのセンターで振り回しで原点出せば OK です。ゼロと。今回は CNC が大活躍ですね。CNC の修理してからここまでたくさん使ったのは初めてじゃないですかね。とにかく切り子がすごいです。掃除しても掃除してもなくなりません。ここまで加工しましたが、コンピューターが、停止しました。画面真っ黒ですね。PC 自体動いてるみたいなんですけど、なんとかパソコン復旧して、で CNC の原点ももう一回取り直しました。ここは削ってなくなる場所にしなかったので、もう一度問題なく取れましたね。なので今回はもう一回、第3 CNC の3番目の工程ですねをここからスタートしてぐるぐると回って削っていくんですが、ここもう削っちゃってあるんですが、ここもう一回殻で動かします。その間に問題できて止まるなら止まってくれればいいんですが、もしここを越えて止まらないようなら最後まで走ってほしいですよね。どうなることやら、もう一回じゃあ進めてみます。はい、
CNC での切削は一応終わりました。まあ大体 OK ですね。ここも一回つまずきましたが、結構綺麗にいってますね。まあこういうの見ると CNC 便利だなとは思いますね。まあ汎用機好きですけどね、僕は。汎用機はなんか怒りも自分で作ってる感があっていいですよね。CNC は CNC でまあいいんですけど、なんというか機械の面倒を見ているっていう感じですね、 CNC の場合は。特にうちのは手作りなのですぐぐずる機械ですからね、面倒見ないと自動というわけにはいかないですね。はい、CNC の作業終わったので汎用機に戻ってきました。また原点の作り直しですね。クランプするたびにこれやらなきゃいけないので結構めんどくさいですね。しゃあない。ここのドリル作業も CNC でまとめてやっておけばよかったんですが忘れてましたね。こっちですね。64.5 の10。ここだけ M8 ですねのタップが必要です。ここの面を 1.6 ミリ落とせば OK ですね。はい、これでこの面全部整いました。あとは裏面を加工すればだいたい終わりかな。だいぶ雰囲気出てきましたね。いい感じです。裏面の加工ですが、まずこの辺ですね。この線のちょっと外側ですね。削ってきます。ここが一番高く残すとこですね。はい、目標の高さとしては31ミリですね。33.85 なので31まで削っていきます。まず中央部の高さを31ミリまで削りました。引き続きカバーの上の部分を削っていきます。これでカバーの上の部分削り終わりました。はい、こっちの面終わりましたね。まだ外すわけにはいきませんが、次こっちですね。やっぱりこっちも掴むとこが少ないのでどうやったもんかとちょっと悩みますね。これはクランプするところが少ないので先にクランプするところを作ってしまいます。この場所は精度的には多少甘くても問題ない場所ですね。これでクランプできるようになったので他の部分もどんどん削っていきます。よし、
これでいいか。これで固定はできたと。最後に1箇所円筒形に接着しなきゃならない場所があるので、ボーリングバーを逆さにセットしたもので円筒形にしていきます。はい、切削加工は終わったので、仮組みしていきます。よし、これでまあ、特に問題なく入るよね。ネジ穴の位置は問題なさそうですね。よし、こんなもんかな。意外といい位置に収まってるね。だいたい問題ないでしょう。ここのネジ長いからここのネジを新しいの買ってきますね。まっすぐきちんと入れりゃ入るって感じですね。よし。あとはここに蓋をつけたり、転書のアームがここに当たるんですよね。なのでここにネジを切ってバネで押さえて転書の効かしとくんで、その穴やら何やらとありますね。よし、位置関係は問題ないね。いくつか部品修正は必要ですね。蓋はもう問題ないとして、ピックアップのベースを作ったりとかですね。本当に大きい部品はもうこれで終わりですね。あとは細々した調整などが非常にここから先多くなります。なので動画的には正直面白くないものばかりになってしまうのが懸念されますね。だいぶ完成が近づいてきたと思います。残り部品もだいぶ少なくなってきました。次回はここの蓋ですね。蓋など作ってきます。時間があれば、ピックアップベースやここの作り直し部品ですねを作っていきますね。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。